ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。タイトル的に山っぽいね。早速確認しよう。心霊現象か何なのかはわからないけど、過去に遭遇したヤバい話を一つ。ちなみにこの話に出てくる名前は全部仮名です。数年前、俺がまだ学生だった頃、夏前に友人の S が親戚からキャンピングカーを借りてきた。結構大きくて大人、5人は中で寝られるような本格的なやつ。それで仲間内でも盛り上がっちゃって、早速これ乗ってどっかへ旅行こうって話になり、当時よくつるんでたティも誘って男ばっか3人。大学の夏休みに自動車旅行に出かけたんだ。ルートも行き先も特に決めない行き当たりばったりの適当旅。乗ってるのがなんせキャンピングカーだったから、ホテルに泊まる必要もなく、もう思うよう好き放題にうろうろしてた。夜でも適当にあちこち走って、疲れたらその辺に車止めて仮眠して、これがなかなか楽しい。その気になって探すと、結構いろんなところに温泉や銭湯があるもので、途中からは温泉探しに山ばっか走ってた。その日も、S の運転で夜の山道を走ってた。夜の10時くらいだったかな。ヘアピンの連続した峠道で、街からもだいぶ離れた寂しい通り。俺は助手席で椅子とだべってて、T は後ろの席でゴロ寝してた。そうやって真っ暗な山道を走ってると、パッと、ヘッドライトの明かりの中に突然親子連れが映ったんだ。中年過ぎくらいのカーディガン羽織ったおばちゃんと、2、3歳くらいの小さい男の子。それほど速度出してたわけじゃないけど、なんせ夜の山道。誰もいないと思ってたところに急に人が出たから、S が慌ててハンドル切って、幸い事故になることもなく、俺らはそのまま場を通り過ぎた。正直、もうこの時点からおかしいなとは思ってたんだよね。案の定、S も俺と同じことを考えてたらしくて、運転しながら話しかけてきた。今の親子連れ、変じゃないか？こんな夜中に山道、どこに向かって歩いてんだよ。まあでもほら、意外に近くに家があったりするんかも。いや、ないでしょ。山越えの峠道だぞ。温泉だって先だしさ。S の言う通り、ふもとの町からここまで10キロは走ってきたけど、途中に民家なんてなかったし、目的地の温泉施設だってまだ先。俺もカーナビの地図をいろいろ拡大して確かめてみたけど、周囲はマジで何もない完全な山の中だった。あの子連れのおばちゃんは、どこへ行くつもりなのか。俺と S は黙り込んだまま車を走らせ、しばらくすると目的地の温泉施設に到着。施設といっても日帰り銭湯に RV パークがくっついた簡単なやつなんだけど、何か雰囲気が変だった。妙に慌ただしいというか、そこそこ遅い時間なのに、敷地内を懐中電灯を持った人が何人も歩いてて、皆何かを探している風だった。俺たちが駐車場に車を止めると、おっさん二人こちらへ向かって走り寄ってきた。どうやら子供が一人、いなくなったのだそうだ。2歳の男の子、温泉から出て親がちょっと目を離してる隙に、いつの間にかどこにも姿が見えなくなったらしい。俺と S はピンときた。さっき見た子供連れのことだって。ここに来るまでの道で子供連れとすれ違った。でその人らに教えたら大騒ぎになった。念のためドラレコ見直したらあの子供とおばちゃんがバッチリ映ってて、それを見た子供の親が、うちの子に間違いない。頼むからそこまで案内してくれ。って頭下げてきたんで、俺らのキャンピングカーに二人乗せて、もう一台別に車引き連れて、さっき通り過ぎた場所まで戻ることになった。そこでずっと寝てた T が起きて、全然状況が分かってなくて一人おろおろしてたけど構ってる暇はない。不幸中の幸いなのか、子供はすぐに見つかった。俺らと会ったところからもう少し下った先のガードレールの脇に、さっき出会った子供が一人でしゃがみ込んでた。子供が言うには、温泉施設で会った知らないおばちゃんに、ここまで連れてこられたのだそうだ。おばちゃんは、
その子にここで待っとけって言った後、そのままどっかにいなくなったらしい。それからも大変だった。親も子供も号泣するし、警察も来て事情聞かれて、誘拐事件みたいな扱いになり、証拠でドラレコのメモリーカードも提供した。後から警察で聞いた話では、ドラレコに映ってたおばちゃんは結局捕まらなかった。捕まるどころか、おばちゃんがどこから来た誰なのか、調べても全く手がかりがなかったそうだ。なので当然、子供を連れてどこへ行くつもりだったのかも不明のままだった。ここからは俺の想像の話。多分、おばちゃんはどこに行くつもりでもなかったんだと思うよ。だって夜中に小さな子供歩かせて、進める距離なんかたかが知れてる。道中は何にもない山の中だし、適当に連れてきて放り出して終わり。子供が死のうが生きようがどうでもいい。そういう悪意の塊みたいな異常な存在がおばちゃんの姿してて、そんなのが平和なはずの田舎の湯治場に、たまたま紛れ込んでいたんじゃないだろうか。ドラレコには結構はっきりとおばちゃんの顔が映ってた。おばちゃん、満面の笑みだった。その笑い顔を見て、俺は心底ゾッとした。夜中の山道ですれ違った親子連れが、実は誘拐された子供と、誰も知らない謎のおばさん。その女の素性が一切不明。これが怪異の確信だな。ただ連れてこられて、置いていかれたって。どこに行くつもりもなかったのかな。ホラーの視点で考えるのなら、山という異界へ生贄を拉致、遺棄することが目的とか。生贄って、何に対しての？山なら何か信仰するものがあるかもしれないな。ドラレコに満面の笑みで映ってたし、邪悪だね。これは私が20歳の時に体験した話です。当時の私は専門学校に通っていて、そこで知り合い仲が良くなった友人 A、B、C、D がいました。私たち5人は、休みの日はよく一緒に行動をしていました。男5人が行動を共にするので彼女などできるわけもなく、そのうち A が車を中古で購入したので、出会いを求めて海へ行こうと若者らしく出かけることになりました。しかし海水浴に出かけたのは良いのですが、残念ながら女性と知り合うことはできませんでした。全員で、世の中そんなに甘くないよなと言いながら、A の運転で帰宅することとなりました。帰り途中で夕飯を食べドライブをしながら帰宅していました。山道に入ったところで霧が出始め、徐々に濃霧へとなっていきました。運転中の A に、前、見えないけど大丈夫か？気をつけて安全運転で行けよ。などと話していました。A も、かなり慎重にスピードを緩め運転していました。ルームミラーを見ると後ろもほとんど見えない状態で、A も緊張感が半端ない状態で運転していたと思います。車を30分ほど走らせたでしょうか。突然すごい光が舞い込んできました。自分たち5人は最初、対向車か後続車かと思いました。そこで A には濃霧で事故にならないよう、ハイビームにしてクラクションを鳴らし、こちらの所在を知らせるように言いました。A はすぐにハイビームにしてクラクションを鳴らしましたが、反応はなく光が弱まることもありませんでした。とりあえず、スピードはこのままで進むことを選択しました。皆でルームミラーから光を見ていると、光の向こうから人影がすごいスピードで追ってくるのが見えました。突然の恐怖が私たちを襲い、なんだあれ。スピード上げろ。と騒ぎ出しました。しかし、人影はどんどん追ってきます。今にも車に追いつきそうなスピードです。濃霧なので道の先がカーブなのかわからないので、出せるスピードの限界もあります。そしてついに人影が車の近くまで来た時、話し声が聞こえてきたのです。遊んでお願い遊んで。絶対に止まるな、スピード落とすな、と叫び、A も、わかっている安全運転でできるだけ頑張って影を吹っ切る。と言い必死に運転しました。人影はついに車に追いつき、そして消えていきました。その後霧は晴れ、無事に山道を降りました。私たちは、あの人影は何だったのだろう
と話しながら、山道を下ったところにあるコンビニに入り、飲食物を買って車に戻りました。地元に戻ったところで、私と B と C を、A が自宅まで送ると言ってくれたのですが、夜遅くなるからと言い車を降りて別れました。私たちと別れた後、A と D は車で交通事故に遭えなくなりました。事故は見通しの良い直線道路で、不可解な点があるとのことで直前まで一緒に行動していた私と、B、C は警察に呼ばれ事情聴取をされました。事故内容を聞いたのですが、車が電柱に衝突して即死とのことでした。現場は見通しの良い直線道路でしたが、とはいえかなりのスピードで激突したというのです。また、エンジンには女性の髪の毛のようなものが、こびりついていたとのことでした。私にはもちろん、B、C にも心当たりなどあるはずもなく、警察にもそのように話しました。ただ唯一心当たりがあるとすれば、海水浴の帰り道に通った山道での濃霧と、光から追ってきた人影です。一応警察の方にその話をしたのですが、昨晩はそのあたりは霧は出ていないという返事が返ってきました。それに加えて、同じような話をする交通事故者がいる、という話も聞かされました。あの人影が一体何だったのか、未だにわかりません。あの時は、車を所有し運転できたのが A だけだったので、A と自宅が近くだからと最後まで一緒に同乗した D が、私たちの代わりに犠牲になってしまいました。今は私も車の免許証を持って運転するようになりましたが、あの山道だけは二度と行かないようにしています。霧の中からあんな風に現れたら、パニックになってもしょうがないよ。なんとか振り切って山を降りたものの、結局その後、車に残った二人が亡くなった。エンジンに女性の髪の毛がこびりついてたのって、一体どういうことなんだろうね。人影は車のすぐ近くで消えたと語られていたが、実際にはエンジンルームや車体の隙間に、物理的に滑り込んでいたんだろう。じゃあ、山を降りた後もずっと、そのものを乗せたまま走ってたのかもね。あの霧の山道から、破滅は確定していたんだ。これは私が体験した、怖いけどもとても悲しい話です。私は登山が趣味で、一年を通して様々な山を登って楽しんでいます。その日も登山仲間たちと冒険にある S 山に登ろうと出かけました。S 山はそれほど標高は高くないのですが、割と険しいことで有名な山です。そのため S 山の登山客はそれなりに経験のある方が多いのです。朝早くから私たちは S 山を登り始めました。まあ、私たちは登山歴がそれなりに長いですから、登頂までたどり着くにはそれほど苦労はしませんでした。山頂で記念写真を撮って、自宅から持参したお弁当を食べて、そしてとても眺めの良い景色を堪能します。さて、そろそろ下山しようか。と話し始めた頃、どこから現れたのか一人の男の子が私たちのそばへと寄ってきたのです。見た感じ、7、8歳くらいの男の子でしょうか。私はなんで小さな子供が一人で、こんな険しい山の山頂にいるんだと疑問に思いました。どうしたの？お父さんとお母さんは？私が聞くと、その子供は、お父さんとお母さん、あっちにいるよ。と言って、下山道の方を指さします。どうやらお父さんとお母さんは、子供を置いて先に下山してしまったようです。こんな険しい山で小さな子供にそんなひどいことをするなんて。私たちはその子供に、一緒に山を降りよう、と言うと、その子はうんと頷くのです。でも、なんか変なんですね、その子。あまりにも服装が身軽です。険しい山だというのに、半ズボンを履いています。登山をたしなむ人からしてみたら、非常識な格好です。私たちは下山しながらも、その子に色々と尋ねてみました。今日はお父さんとお母さんと3人で来たの？その格好で山に登ったの？矢継ぎ早で質問をするのですが、だんだんとその子は無口になってしまい、何も話をしなくなってしまったんです。
まあ小さな子供にあれこれ質問を浴びせるなんて、大人げなかったなと私たちは反省をしたんですけどね。下山している途中、その子が足が痛いと言い始めました。見ると膝を怪我しているではありませんか。私たちは大慌てで止血をして、傷口に包帯を巻いて、子供の怪我の応急処置をしました。けれどやっぱり変なんです。ついさっきまでその子供は、一緒に歩いていたんですよ。その時は足の怪我なんてなかったはずです。なのに急に足が痛いと言い始めて、見たら大怪我をしているんですから、この時、私は少し嫌な感じを抱きました。そうは思いつつも、何しろ小さな子供です。放ってはおけません。私たちは子供を交代で背負って下山を続けました。しかしここでも違和感が続きます。その子、背負っていても全く暖かくないんですよ。背中に人の体温を感じないんです。まるで石でも背負っているかのようです。それに背中に子供を背負っているはずなのに、息遣いもまるで聞こえません。なんだか私は怖くて仕方なくなってしまいました。そうこうしているうちに、下山道の途中にある山小屋に到着しました。私たちはそこで休憩をすることにしました。子供の怪我の手当てもしないといけませんから。山小屋で子供を背中から下ろします。するとその子、足が痛いはずなのに、立ち上がって山小屋から出て行ってしまったんです。私たちはすぐにその後を追ったのですが、山小屋の周りにはなぜか子供の姿が見えません。忽然と姿を消してしまったかのようです。慌てて子供を探している私たちに、山小屋のご主人がどうしたのかと聞いてきました。私たちはそれまであった出来事を、山小屋のご主人に全て話したのです。山小屋のご主人は、全てを聞き終えると、無言で奥の部屋に入っていきました。そして一枚の写真を私たちに差し出します。そこに写っていたのは、私たちが一緒に下山してきたあの子供でした。ところがその写真が古いもののようで、かなりの年月が経っていると推測されます。この子ね、この山で遭難した子なんだよ。山頂でお父さんお母さんとはぐれてしまって、捜索隊が見つけた時にはもう亡くなってたんだ。この写真は捜索の時に使ったものなんだ。俺も捜索には参加したんだけどさ。あんたたちのような話ね、年に何回かあるんだよ。きっとあの子供の霊がご両親を今でも探してるんだろうね。本当、かわいそうに、成仏するように線香でもあげていってよ。山小屋のご主人は、そう私たちに話してくれました。あの子はお父さんお母さんに会いたくて、今でもこの山をさまよっている。そう思うと、私はあの子の霊がとても不憫に思えてなりませんでした。私たちは山小屋の近くにある遭難者の供養碑に、お線香をあげてあの子の成仏を祈りました。それからは今でも、私はあの子の供養のために、毎年1回、S 山へ登っているんです。でも再びあの子の霊に会うことは、今のところありません。ひょっとしたら天国で大好きなお父さんお母さんに会えたのかな、なんて思っています。かつてこの山で起きた事件を今でも、山小屋の主人が語り部として残している。急に大怪我をしたり、体温がなかったり。全部わかった後だと怖いけど悲しいね。違和感や冷たさは、少女への明確な警告だ。このことがきっかけで毎年訪れてるんだね。あの時だけで、見かけてないみたいだけど。資料の未練に深入りしすぎるのも危ない。語り手たちがそのまま山の住人として、引きずり込まれていた可能性も否定できないぞ。山って、一歩足を踏み入れると、境界線が本当に曖昧になるんだね。迷い込んだ死者たちの孤独や悪意は、山という閉ざされた空間の中で、何年経っても決して風化しないからな。今度の休み、家族で登山するんだけど、ちょっと心配になっちゃった。敬意を払っていれば大丈夫だ。それ、いつも言ってるよね。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。